リップシャッツ信本夏代です。戦略コンサルタントとプロフェッショナルスピーカーをやっています。早稲田を卒業されてるって伺ってるんですけど、はい、その後すぐに渡米されたと。そうですね、はい、そのきっかけって何だった？きっかけというのは95年に卒業したんですけれども、はい、93年から4年まで1年間交換留学をしたんですね。でその時ワシントン大学、セントルイスにあるワシントン大学っていうところに行ったんですけれども、はい、そこで MBA が結構有名な大学だったんで、はい、お友達から MBA のことを聞いて、私も将来的に行きたいなと思ったんですね。はい、で日本に帰国してで父に MBA っていうのがあるらしいよっていう話をして、で自分からこの MBA の大学に、シカゴの大学だったんですけど、電話をかけて、いやちょっと興味があるんですけどどうやったら入れますかって聞いたら、仕事の経験ありますか？ありません、大学生ですって言ったら、じゃあ仕事をしてから来てくださいねって言われて、もうその時私はその MBA ってどういうものかよく知らなかったので、仕事をしないと入れない学校ってあるんだ、すごいと思って、で父親に言ったら何ヶ月か後にニューヨークの伊藤忠の、当時会長だったチャイさんが東京にいらっしゃるんで、会ってみるって言われて、会うって言って、でご朝食を一緒にさせていただいて、留学の話とかいろいろしたんですけれども、で最後に「じゃああなたどこに行きたいの？ニューヨーク、シカゴ、どこ？」って言われて「シャイさんがいらっしゃるニューヨークです」って言ったら「じゃあいらっしゃい」今のはジョブインタビューだったのかみたいな感じでそれでニューヨーク行きが決まっちゃったんですね。もともとね日本で大学生されてて英語はだからうまく話せなかったってたくさんあるご著書の中でも言われてるんですけど、そうですね、日本人のレベルとしては結構得意な方だと私は思ってたんですけれども、っていうのは小学校じゃないな、中学生かな、中学校1年生ぐらいから NHK ラジオ基礎英語とかあったじゃないですか。ありますよね。そこから応用英語になってビジネス英語になってっていうのをずっと毎日聞いていて、でもうちに帰れない日というか間に合わない日はもう母親にカセットテープでこう録音してもらって、なんかそういう時代だったそうなんですよ。カセットテープで録音して聞いてたんですけれども、であとは駅前留学だったりとかそういうところに通って、結構英語も好きでしたし得意かなと思っていたんですけども、やっぱり留学してみてもう現地のアメリカ人と一緒に授業を受けるとなると全然やっぱり話は違って、もうとにかく普通の会話ができないんですよね。そうですね。なんか友達に道端で「Hey, what's up?」とかって言われて「What's up? アップ何?」みたいな、本当に2日に1遍ぐらい泣いてましたね。もう部屋に閉じこもって泣いて落ち込んで。どのぐらい留学された？1年間の交換留学です。1年間長いですよね。長いですね。1年そうなんですよ。最初のもう本当に3ヶ月ぐらいはもう本当に泣いてばっかりいて、でもある日こう寮のフロアでこうなんかパーティーみたいなのがあったんですけども、もうそういうところにはもう私は関わりたくないと思ってそそくさと自分の部屋に行ったんですね。で行こうと思ったらガッと肩掴まれて「お前なんでいつもソーシャルじゃないんだよ」みたいなことを言われたんですよ。言いがかりをつけて。そうなんですよ。もう酔っ払いがね。でそしたらもうずっとそれまで喋れるようになりたいけども、みんなとソーシャルになりたいけども喋れない、英語が下手くそ、その英語見せたくない、でも英語喋んないとうまくならないみたいな葛藤がずっとあって、こうソーシャルじゃないって言われたことでもう本当にもうこの風船がこうどんどん膨らんでいって、ピュッとこう針刺すとパーンってなるじゃないですか。そのピュッてその針を刺されたみたいな気持ちになって、もうみんなの前でパーティーの場ですよ、ブワーッと泣いちゃって。そうなんだ、かわいそうでその時に何度前って言ったネイトっていう男の子が「いやあれ?」みたいな状態になって、泣かそうと思って言ったわけじゃないで私はもうとにかく必死になって「いやもうだって英語が」みたいな感じで言ったら、そのネイトが「So what? だから何なんだよ」みたいなことを言って、それを聞いて英語喋れないと下手くそとかって誰も気にしてないんだみたいなことを思って、気にしてたのは自分だけなんだなっていうのをその時に感じて、じゃあちょっと下手くそでもいいからみんなと仲良くしてみようかな、喋ってみようかなって思って、その次の日からこう何にも用事がないのに
誰かのところにトントンって言ってこれなんだっけって聞いてみたりとかするようになって、少しずつこう自分のドアも開けて、で心のドアも開けて、もう本当に自分の部屋のドアも開けるようになって、心のドアも開いて、で気がついたら喋れるようになってるみたいな状態になったんですよね。言葉っていうのは言葉だけじゃなくて、そのコミュニケーションの手段だってことですよね。はいはい。だからコミュニケーションされることによって言葉が上達されたってことですね。やっぱり今プロフェッショナルスピーカーとしてこうスピーチとか英語で登壇するわけなんですけれども、であとはその皆さんにもこうスピーチプレゼンのコーチングをしたり研修をしたりしてるんですけれども、その時に必ず言うのが、こう英語ができるイコールプレゼンが上手ではないっていうことなんですよね。なるほどね。今ねおっしゃっていただいたように、言葉がどうかっていうよりも自分のメッセージが何かっていうところの方がやっぱり大事で、その自分が伝えたいメッセージをどんなコンパクトなかつ簡単な言葉でギュッと凝縮してそれを効果的に伝えるかっていうその技術があれば、英語力があんまり上手でなくても発音が上手でなくても伝わる、もう伝わる以上にもう本当に相手の心を動かすことができるプレゼンってもう本当に出来上がるんですよね。なのでグローバルパブリックスピーキングって呼んでるんですけれども、そのグローバルの人たちを対象にするプレゼン、英語かもしれないし、もしかしたら日本語かもしれませんけれども、やっぱりその言葉が上手かどうかっていうところは一旦忘れて、何が伝えたいのか、こう聞いてる人たちに何を感じてもらって何を持って帰ってもらいたいのか、それをしっかりと自分の中で明確にするっていうところがやっぱりこのコミュニケーション、プレゼンを含めたコミュニケーション全般のやっぱり一番肝な部分かなというふうに思います。日本の方ってやっぱりコミュニケーションがやっぱり下手な、民族的に下手なんですよね。どっちかっていうと、アメリカ人って習ってきてないので苦手意識っていうのはありますよね。下手かどうか、実際やってみたら本当は上手かもしれないですけれども、苦手意識っていうのは強い方は多いですよね。そこをなんか乗り越える、きっかけに夏代さんのお話が、なればいいですよね。NYU に入られて MBA の、すごいなんか興味深いエピソードがなんかあるみたいな。なんかそういうことを伺って、それはどういうこと教えていただけますか？その MBA に入った初日にこう自己紹介をするわけですよ。みんな立ってね、こう ABC 順にするんですけれども、その時も私は結婚してたんでリップシャツで L でちょうど真ん中だったんですね。で留学生もたくさんいて、結構みんなこう A から順番に聞いてるとみんな上手だし、こう面白かったりするし、うわーって圧倒されて、私はもう頭の中で L が来るまで、こういうことを言ってこういう順番で何を言ってっていうのをずっと考えてたんですけども、私の番になって立ち上がったって一言発した瞬間にこれじゃない、違うっていうのが出ちゃったんですね。そこでもうっていう状態になって固まってしまって、自己紹介すらこうできない自分、もうめちゃくちゃ落ち込んで、いやもうこれでなんか人前でプレゼンとか、もう絶対嫌だと思ってもうそれからもう MBA ってどうしてもチームプロジェクトがあってプレゼンがあるんですけども、もうプレゼンの、構成を決めるときに一番短いところをもう率先してそこはやりますって言って一番短いところを担当して、質問が来たらもうお願いしますみたいな、周りの人に振るみたいな感じもうそういう状態が結構続いたんですよね。でもそれじゃいかんということを気がついていたので、スピーチクラブみたいなところに行ってみたんですけれども、そしたら今度は即席でいきなりお題を与えられて「はい 2分喋って」って言われてそんなのできないと思って。もう本当にその時何喋ったか全然覚えてませんけども、もう汗だけびっしょりかいたことだけ覚えていてそこからもうちょっとプレゼン嫌いというか、ちょっとフォービア、恐怖症みたいな。そうですね、しばらく続きましたね。でもそれはどうやって乗り越えられたというか。卒業してしばらくしてからですけれども、トーストマスターズっていうスピーチを学び合う練習し合う団体があるんですけれども、そこになんとか入ったんですね。でその入ったきっかけっていうのもやっぱり必要だっていうのは分かってたんですけれども、ある日その仕事で日本人の方
と、ニューヨークで会ったんですけれども、その方が英語が素晴らしく上手で、ミーティングの時のプレゼンテーションが素晴らしかったんですね。でクライアントさんだったんですけれども、思わず終わってから「いやすいません、全然関係ないんですけども、英語のプレゼン素晴らしいんですけども、どうやったんですか、どうやって学ばれたんですかって聞いたら、いやディベートとかね、プレゼンとかそういうクラブに入って勉強したんですよって話を聞いて、じゃあ私もこうなるっていうふうに思って、で探したところトーストマスターズが出てきて入ったっていう経緯なんですけども、でそうするとトーストマスターズってコンテストがあるんですね、スピーチコンテスト。でそれに出なさいと言われて、いやいや最初は出たんですけども、それがだんだんなんかトントン拍子で進んで準決勝まで行って、でその準決勝まで行った時にある人が私のスピーチを後ろの方で見ていて、で終わったらツカツカツカってやってきて「Hi, I'm Janice よ」いやあなたポテンシャルがあるからコーチしてあげるって言ってくれたんですよ。でただでコーチング受けられるんだ、すごいラッキーみたいな感じで、もうスピーチもできてるし、練習すればいいだけかなっていう感じで気軽にじゃあお願いしますってお願いしたんですけども、その初日に来ていただいて、いやもう自分が思ってたスピーチはスピーチじゃなかったんだっていう、さらにまた目から鱗だったんですけれども、やっぱり彼女から言われたのが、今のその21にそぎ落とせっていう本にもつながってるんですけれども、あなたのスピーチ言いたいことがこれとこれとこれといろいろあって何が言いたいのか結局わからない、一つに絞りなさいっていうことを言われて、なるほど。それまでプレゼンっていうのは言いたいことをぶわっと固めて全部言って伝える、でそしたらいっぱい詰め込んで伝えたら聞いてる人は何か持って帰ってもらえるだろう、それがプレゼンだと思ってたんですけれども、そうじゃないっていうことに初めて気づかされて、あともう一つ言われたのが、もっとその言葉に感情を乗せていきなさい、聞いてる人にどう感じてもらいたいのか、それを自分で言葉に乗せなさいっていうふうに言われて、例えば「I was surprised」っていうとして、サプライズドってどういうサプライズドだったのか、今全然なんかサプライズドな感じしてなくて、なんか嬉しそうだったよね、それサプライズしてないよね、なんかサプライズしてドキドキして怖かったのか、それともすごい嬉しいサプライズだったのか、不意打ちでえっていうサプライズだったのか、それをサプライズっていう言葉一つに載せなさいと。これってパフォーマンスだと思ったんですよ。私3歳からずっとバレエをやってたりとか、あと、今でも競技ラテンダンスやってるんですけども、チャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、社交ソーシャルダンスみたいな感じ。そうですね、社交ダンスのラテンです。なのでずっと私はそのダンスでパフォーマンスをしてきたんですけども、そういったパフォーマンスの世界とビジネスの世界は全然もう違うもんだっていうふうに思ってたんですね。一般的にはみんなそう考えてますよね。なんだけども、そのトーストマスターズのコンテストでそのジャニスから受けたコーチングを通して、この2つってなんか合わさったと思ったんですよ。ダンスは言葉じゃなくて体で表現しますけども、スピーチプレゼンっていうのは言葉でパフォーマンスをするものなんだなっていうのを知った時に、面白いって思ったんですね。やっぱりその場の雰囲気も作れますし、自分のパフォーマンスで人の心も動かすことができて、人の心とつながることができて、もう本当になんとなくビジュアルで考えると、私がするスピーチで赤い糸をパーって投げてみんなにパッ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 とつながって、同時多発的にみんなと心がつながる、赤い糸でつながるみたいな、そういったイメージが私の中に浮かんできて、これちょっと極めてみたいなって思ったのが本当にきっかけですね。もともとだからそのご自身を表現するってことはお好きだったわけですよね。だからダンスもされてたし、でもそれがだからビジネスにつながるって思ったわけですよ、そのジャニスさんのアドバイスで。そうなんです。やっぱり特に日本でプレゼンとかスピーチってつまんないじゃないですか。いやもう眠くなるようなことばかりで、一応ほら行けと言われて行くんだけれども、何も覚えてないですよ、終わった後は。そうなんですよ。ということはやっぱりプレゼンをする側、特にプロフェッショナルスピーカーっていうそういう職業なので、プロスピーカーとしては聞いてて学びもあって、さらに楽しんでもらわないといけない
そのパフォーマーでなければいけないっていうのを常に意識してるんですね。でもやっぱり楽しかったら人ってメッセージも覚えてるんですよね。覚えてますし、夏代さんの5本20時にそぎ落とせですよね。ですごく印象深かったのが、やっぱり何度も何度も夏代さんが言われてらっしゃるのが、相手の心を動かすっていうことですよね。そうですね。はい。だからそこがポイントだなってすごく。そうですね。あともう一冊「ストーリーに落とし込め」っていう本もあるんですけども、やっぱりそのビジネスでストーリーは語っちゃいけないみたいな、ストーリーってテッドトークとかそういうところで語るものって思いがちですけれども、ビジネスだからこそそのビジネスのストーリーをしっかりと伝えていかないと、こうたくさんね競合がある中で、なんでこの会社の商品を選ぶのかっていうのはやっぱりストーリーを通して共感できるからなんですよね。そうですね。こう感情のジェットコースターに連れていくというか、なるほどなるほど。それを通してこう聞き手の心もこうガタガタ揺らされてだんだん開いてきて、で共感してもらう。で心がつながるっていうツールにストーリーはなるので、それ結果ビジネスにつながるってことですね。そうですね。はい。でやっぱり教えてもいくってことですか。そうです。はい。企業研修とか、あとは個人コーチング、あとは e ラーニングの自主学習型の e ラーニングプログラムっていうのもあって、なるほど。はい。じゃあ日本の方でも e ラーニングだったら参加できるってことですよね。はい。e ラーニングは英語のものもありますし、全部日本語のものもありますし、でそのリンクとかをご紹介しておけば、日本からもアクセスできますよね。はい。わかりました。お仕事と私生活両方の中でこれまでの人生で一番のご成功、ご自身の成功したなって、これは良かったなって思われることって何でしょう。成功、そうですね。ちょっと意外かもしれないんですけれども、2017年の2月に私は乳がんの告知を受けたんですね。はい。その時にこう私の中に浮かんだことが2つあって、1つは当時5歳だった娘のためにやっぱり強くいなきゃいけないなっていう、動揺を見せちゃいけないなって、自分が強くなきゃいけないっていうふうに思ったことが一つで、もう一つが2つ目がこれネタになるなって思った自分がいたんですよ。なんかちょっと信じられない話ですけど芸人じゃないんですけど、ネタいいストーリーじゃんって思っちゃったんですね。そのプロフェッショナルスピーカーとして。いや、その時はまだだったんですよ。まだなってない。まだその時はトーストマスターズでアマチュアでスピーチ楽しいなみたいな、練習をされてる時ですね。あとはコーチングとかもし始めた段階だったんですけども、でネタって思った自分がなんかこの辺にいて、そういうふうに思うのみたいな、じゃあやっぱりこれって私はストーリーを語っていく使命があるんじゃないかみたいな、そういう気持ちになったんですね。で、その乳がんの告知もソーシャルメディアとかで私は包み隠さず出してたんですけれども、そうするとやっぱりプライベートメッセージでこっそりと「いや実は私もっていう人が結構いて、やっぱりこういうことって大っぴらに話したくないことなんだな。だからこそ私話したいって思ってる私がやっぱりストーリーをシェアすることで元気づく人たちがたくさんいるかもしれないっていうふうに思ったんですよ。なので私が伝えるメッセージで誰かを、あるいはどっかの会社を良くしていけるんだったら、それをやらないとっていうふうに思ったんですね。なんかエヴァンジェリック的、そうなんです。ミッションを広めるみたいな。なのでその乳がんの告知を受けたことで、私はそれがきっかけでプロフェッショナルスピーカーになったんですね。でもちろんそのスピーチはどんどん楽しくなってきて積み重ねてきたものがあったんですけれども、その乳がんの告知を受けたことで私はプロフェッショナルスピーカーになるっていうふうに決めて、もうそれこそ全摘と再建手術の合間にプロフェッショナルスピーカー協会に登録したり、その会に参加したりっていうことをして、その決断というか、乳がんになったおかげでその自分のミッションっていうのが気づいた。だから人間って不思議なんですけど、いろんなものが削減されていくと、何が大切なのかが逆に分かってくるってことかもしれない。そうなんですよ。だから20時にそぎ落とすんですよ。そうなんですよ。だから今だから言葉、メッセージもいろんなことをあちこちにやるんじゃなくて、20時にした方が
そうするともう余計なものを全部削ぎ落とすと本当に大事なものしか残らない、なのでそれが何なのかっていうのを徹底的に考えるっていうことってやっぱりプレゼンでも大事だし、自分の人生でもそうですよね。いろんなねやらなきゃいけないこと、今私娘が11歳なので本当にいろんなやらなきゃいけないこといっぱいあるんですけども、でもやっぱりこう自分のミッションみたいなものを見つけられたっていうのがやっぱり大きな良かったことというか、転機ですよね。それを克服しただけじゃなく、違うものももっと大きな何かを掴んで、やっぱりこの後の人生ですよね。そうですね。ってことはでも新しくチャレンジしたいことって何かあるんですか？プロフェッショナルスピーカーになられまして今、その他に何かおありになるんですか？それが一番。それはもうプロフェッショナルスピーカーとしてのもうチャレンジを続けていくっていうことで、やっぱりそのノンネイティブでも、ね、言葉は関係ないよってさっき言いましたけれども、プロとしてやっていくっていうとやっぱりちょっと話は違って、やっぱりプロとしてノンネイティブで英語で登壇して聞き手はみんな英語のネイティブの人たちでっていうのはやっぱり相当なチャレンジですし、すごいハンディキャップのそのレベルが違う。そうですよね。もうすごいハンディキャップがある状態で、エージェンシーとかそのイベントプランナーから選んでもらわなきゃいけないわけですよね。それはものすごいチャレンジなので、そこでやっぱり何してるかっていうと、そのプロフェッショナルスピーカーだけがこう入れるそのトレーニングなんかブートキャンプみたいなところがあるんですけども、そこに入ってトレーニングを積んで、それが2019年で、その後もその仲間たちと毎週、実は今日あるんですけど、毎週1時間アカウンタビリティミーティングみたいなのがあって、それで自分のスピーチの一部を練習してみたり、なんか今困っていることを話し合ったりっていうのをずっと続けて、で少しずつその、基調講演を取れるようになんていうんですかね、修行を積んでるところです。極めていかれるわけですね。そうですね。なるほど。なちおさんのようなその積極的なね、なんかそういう行動力を持ちたいっていう方にどういうなんかアドバイスとか、もちろんご本の中でもいろいろ書いてらっしゃると思うんですけど、何かそういう特に若い女性にねアドバイスすることですか？積極的に私見えるかもしれないんですけども、実はそうでもなくってでも積極的そのものに見えますね。見えますよね。見えますよね。そういうポジティブ以外何者でもないみたいな。ポジティブはポジティブなんですよ。でも積極的かっていうとやっぱりちょっとなんていうのかな、この一歩が踏めないとか、それこそ今ね基調講演で選んでもらえるように頑張ってるっていう話しましたけれども、そこで自分をアピールしたりとか、ネットワーキングしたりとか、あと、例えば電話をかけてなんかプロモーションしてみるとか、そういうの本当に苦手なんですよ。ちょっと怖いと思うことをなんとかプッシュして一個ずつでもいいからやってみる。そのプッシュするのってやっぱり周りの力も大事で、そのアカウンタビリティグループあるって言いましたけども、何からなんか似たような志を持っている人たちとたまにでもいいからちょっと話をしたりとかして、お互い励まし合って背中を押し合うとかっていうことも一つあると思いますし、あとは基本ポジティブなので、いろいろ気にしない。気にしない、だから失敗なんか気にするなということと、あとはだからそういうなんかネットワークですね、サポートグループみたいな。そうですね。なので私もアメリカに来たきっかけもあんまり考えずに、来ることになっちゃったらしいよみたいな感じで来ましたし、とにかくなんていうのかな、自分の感性でなんか今来たみたいな時ってなんか感じるものってあったりするじゃないですか、たまに。運が来たみたいな。そう、運が来たみたいな。これはやっとかなきゃ、よく理屈が分かんないけどこれやっとかなきゃいけないよねみたいなのが来る時って多分自分で感じると思うんですよね。それを感じたらやってみる。とにかく動いてみるっていう感じで。私が9
起業したのも2004年なんですけども、起業した時もすごくよく考えてたわけではなくって、もちろんずっと起業したいなっていうのはあって、ビジネスプランをこう書いたりとかしてたんですけれども、で人に話したりもしてたんですけれども、ある時その早稲田の先輩が「いやなんかいろいろ書いてるよね、仕事やりたいんだよね」いや僕自分のオフィスがねリースが切れるからこう新しいとこ探さなきゃいけないんだけど一緒に探すって言われてそうですねみたいな感じで見て回ってで1日見てその日の終わりにでどこが良かったそこここB かなって言ったらじゃあ B にしよう今から行くよって契約しに行くんだよ今ですかそうだよって言われて契約してそれが金曜日でじゃあ会社法人化しなきゃいけないじゃんみたいな感じで週末の間にそうなんですよ週末の間にちゃちゃっとオンラインのやつでやって月曜日に準備してでもうその週には引っ越しをしていたっていうなんかこう来たものをなんかこうよく例えるのが川べりに草むらこうね歩いてったらなんか川がありましたでそこに立ってます川があるなでそしたらボートが来ましたなんかボート来たよ止まったよこれ乗れっていうことだよねじゃあ乗ってみようって乗ったらシューッと進んでったみたいなそういう感じだったんですよ。なるほどなるほど。でも割とその夏代さんの周りにお父様といい、その伊藤忠の方といい、その今のおっしゃる先輩、あるいはそのスピーチを見に来ててコーチしてある。だから何かそういうこう引きみたいなものも持ってらっしゃるかもしれない。そうかもしれないですね。でも周りに本当に恵まれたっていうのがあって、でも恵まれててもそれをつかめなきゃどうにもならないじゃないですか。なのでそこはあんまり理屈とか考えずに。とりあえず掴んでみる。だから若い女性これからねやっぱいろんなことをやりたいっていう女性の方はとりあえず来たボートに乗ってみる。そうですそうです。で間違えたら降りればいいんだから。降りればいいから。なるほど。わかりました。本当に今日は長い間いろいろためになるお話を頂戴してありがとうございました。ありがとうございました。今後ともご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。